皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。何キロこれ。今年は岡山県サワラ少ないようです。でかすぎ。瀬戸内海の北側がなんか少ないっぽいですね。瀬戸内海でも南側の方は結構サワラがいるように聞いてはいます。タイもですね、今年はなんかちょっと少ないみたいですね。去年に比べてですけど。こちらはモンゴウイカ。ただ青物が見え始めまして、ハマチなんかが水揚げされだしました。で今回の動画はですね、2日連続実はトラブったんですけど、その2日目の映像です。でかさはすっげえ、すごい値段。この動画の前日もですね、すごい船びっくりした。漕いでたらですね、網の中に大量の砂をすくってしまいまして、船が気づいたら止まってたんですよね。でも急いで慌てて巻いたんですけど、もう船がひっくり返るかと思いましたけど、なんとか無事済みました。で今回はですね、その次の日の動画なんですけど、この日もまたトラブルがありましてですね、なんとか頑張って働いてきましたので、もしよかったら最後まで見てあげてください。今日はですね、6時38分土干潮5センチということでですね、今現在5時前なんですけど、夕方のもう今から出漁しております。出漁準備をしております。もう寄島の港はですね、一応掘ってはいるんですけど、5センチとかって言ったらもうさすがにこの中は歩けませんけど、その縁とか歩けるぐらい海がなくなりますんでです、中の海も1メーター切るぐらいになりますから、もう出れません。ちょっと早めの出漁で、ちょっと今日は13時間労働になりますけど、今日も一日ロイヤルカナンのために頑張りたいと思います。もちろん出れる時間を出してるんですけど、それでも怖いですね。 1.4 メーター、経験上1メーターまではなんとか出れます。ただ1メートルはもう舵が泥の中に埋まってるの分かるし、ペラもね、泥をかいてる音がシャリシャリってするのが聞こえてきますからね、1メーターを出すのはとても怖いですね。あとやめた方がいいです。漕ぎながら上方面へ向かっておりますけど、あの辺から先へは行かれません。なぜなら小川ゾーンだからです。いつもはですね、あっちの南側のゾーンを神へ行っておりますけど、今日はちょっと北側の筋を、あれ釈島って言うんですけど、飛釈島ですね。日本昔話に出てきたあそこに向かって行っております。ではこの辺が限界ですね。こっから先は全部小川です。超危険ゾーン。クラゲを引いてなければいいですけどね、火が高いうちはまだクラゲだらけかもしれません。ちょっと調子へ乗りすぎて神へ来すぎの人、クラゲどころかちょっと小川を食らっちゃってる感じがある。ダメだこりゃ。もうイカライスでかーかけた。もうイカ2つもスーパーライス。かけた、でかっ。いや綺麗、めちゃくちゃ綺麗。このイカ見てください、めっちゃ綺麗じゃないですか。うちはカリカリ言うてるからフグかな。名古屋フグも1回やったイカ。おお、出発からイカ4つも取れました。やっぱり夕方が良かったんかな。ちょっと夕真面目パワーなのか、イカが4つも取れました。あと名古屋フグが見えてますけど、名古屋フグはですね、夕方によく入ります。よく入るってめちゃくちゃ入るんですけど、こんな少ない方ですね。これカゴ半分ぐらい入るときあります、夕方だったら。そしてかなり大きい赤ゲタでした。グッと出ないでしょうかね。にしてもこの赤ゲタでかいですね。もう料理屋さん行きでしょう。それか地元のスーパーですね。特大です。40センチ級。日が暮れました。日が暮れて同じとこをやってますけど、イカが消えて赤ゲタ出てきましたね。久しぶりに見ました、こんな量の赤ゲタ。冬以来です。もうゲタがいる時期じゃないんで、次がゲタがいるのは6月の中旬ぐらいになって、ゲタ刺しっていう縦網の人たちがいるんですけど、その時までゲタってあんまりいないんですよね。
6月になるとですね、赤毛太がこう海にまた寄島の方に寄ってくるんで、底引きではあんまり取れないですけど、このゲタたちの人たちは結構取ってきます。今いない時期なんでゲタいたら嬉しいですね。また珍しいカニ、クリボー。よいしょ。おいか。もうがね、何ヶ月ぶりに見たでしょうか。小川すくってますけど、小川の切りにいたんでしょう。ちょっとイカ先に持って行ってきます。ダッシュで帰ってきました。久しぶりに見ましたね、オンがね。何ヶ月ぶりだろうか、本当に。全然おらんから、もうほんと久しぶりに見ましたね。いくらするんだろう、誰も取ってきませんからね。やったね、嬉しい。そしてですね、大凧の子が結構見えてるんですよね、こないだから。しかもかなり見えてます。でもこれがなかなか残らないんですよね。こっちも大子が若っ。おいか、こっちもイカいたんで急いで持って行ってきます。スーパームーンです。まあでも GoPro だから映ってないでしょうね。ブラッディムーンでめちゃくちゃ綺麗ですけど、拡大して見えるかな、あれ。鈴木、お、でっかでっかモンゴー来た。そして鈴木来た。ハリーカも来た。さすがいい時間帯。あとは2弁に1ヌですね。でっけえモンゴー。ちょっとハリーカ持って行ってきます。今季初ゲットモンゴーイカです。おー、入ってますね。ハリイカと違ってね、食感がもちもちなんですよね。自分はハリイカは大好きですけど、モンゴーはあんまり食べないですね。もちもち食感がちょっとあんまり好きじゃないかもしれません。かといって美味しくないわけじゃない。ハリイカがちょっと美味しすぎるだけですね。まあこの海で取れるもんだからイカだったらハリイカ、あとはアオリですかね、美味しいのは。ちょっとモンゴー持って行ってきます。これもう片にもなんかいいもんいてちょうだい。2ベッドハモと、おー、待って、ナイス。さすがに潮の返しは入りがいいですね。汁も多いし、モンゴイカとスズキはもう持って行ってきました。今年はニベも少ないからニベも結構いいんですよね。普段ならジャコですけどね、いつもなら。これは小さいな。モンゴウイカと羽の元へ持っていきます。さてモンゴウイカちゃんは元気なのか見てみましょう。なんか白くなっとるけど生きてますね。生きとる死んでる色ではありません。さっと来てちょうだいいいもの。もうこっちおっと、まだ入る時間帯が続いているのか、いい調子ですね。だいたい3番ぐらいやったらいなくなるんですけど、汁だらけやん。ちょっとすごいな。またしてもイカ、小川食らってますけどギリギリ通してますから、なんとか救わずで済んでます。こっからもうバリ避けて、こう避けて、ここも避けてましたね。ではちょっと今からまた出漁していきたいと思います。頑張りましょう。竿を曲げて3時間経過しましたが、やっと帰ってまいりました。直してこの辺で曲げたんですけど、あんまりにも慌てすぎてマークするの忘れました。やってもうた。
13分ほど漕いであげました。もう12分から15分ぐらいであげて、早くあげた方が魚が綺麗なんでですね、早めにあげてちょっと3時間分のロスを取り返したいと思います。なんとか頑張って。ロスが痛いってなんかいいの。おお、ゲタでかい。でかいゲタ。あとはチヌか。オッケーオッケー。なんじゃこりゃ。魔法瓶。大凧チャンス。大凧いない。ゲタ今出なかったです。ゲタでか。今日ゲタ多いですね。なんかずっと。オッケーオッケー。早めに上げてるんでこれならオッケーです。おゲタ多いなやっぱり。エイも多い。いやいつもゲタこんないないんですけどね、今日はなんかゲタ多い日ですね。もう時期的にいる時期じゃないんで、これは大きくなって帰ってきてもらいましょう。お、余ってもおるやん。ナイスナイス。塩なんでしょうけど、本当これゲタ多い方ですね、この時期にしては。2月の映像からしたら全然少ないですけど、この時期にずーっといなかったんですよね。本当今日ゲタ多い。塩でしょうね、本当。今度はもう予備の竿も積んでおります。今回はもう映らんか、細い竿になってますんで、もう予備積みました。次は曲がってももう沖で直せれます。ちなみにこれは多分頼島記録じゃないかと思うんですけど、自分は年間48本負けた年があります。また TP うるさいな。おー、ダメー、ラッキー。南郷伊勢ヒラメラッキーです。よう入ってくれました、ヒラメさん、ありがとう。グッドなキャッチでしたね。おー、こっちこちダブルにヒラメナイス。よいしょ、やりました。こういうキャッチが1日に3回ぐらいやってくれたらいいんですけどね。もうとにかくいい潮の時、いい時間帯しかこんないいキャッチはないですからね。ちょっと自分はちょっと何か分かりましたけど、さて皆さん、さて何でしょうか。これ分かる方いますかね。この時点ですごいもんが、ちょっと動画初登場じゃないでしょうか、こいつ。自分の人生でもこれ20年間で3回目のキャッチですけど、これじゃないですよ。この上のやつ、これなんだ、なんでしょうか。これにくっついてますけど、もう自分はちょっと裏側見なくても分かりますけど、じゃん。じゃーん、分かった人いるでしょうか。アワビー、なんとアワビ、すげえ、マジですげえ。こっちでは分からないですけど、アワビちゃんです。おー、綺麗や。自分も3回しか撮ったことありません。お、ここ綺麗ですね、キラキラ虹色。これはちょっと魚を池に行かないと、ちょっとアワビに夢中になってる場合じゃありません。こっちの池に行ってきます。もちろんヒラメの方が圧倒的にいいんですけど、これを撮影できたことが嬉しいです。なんともう石についてますからね。普通はもう外引きなんかで撮れませんけど、こいつについてたんですね。まあそれか海の中でついたかもしれませんけど、ちょっとこれはユジコモマの顔が楽しみですね。多分見たことないです、ここの天然アワビを。漁を手伝い出したの最近ですからね。なんせいや、参りました。どうしました。一回帰ったんよ。そうなんですよ。9時20分ぐらいに負けて、うん。10時22分にここに着いた。ちょっと電話して手伝ってもらおうかと思ったけど、うん。時計見たら10時22分、ぐっすりタイムだったんで、ちょっと遠慮してやめといて。
一人で直してなんとかもう一遍出てきうわ、いや、た。あの太いさ大きい折れてしまって、折れるとかすげえな。まあ折れたって冬の時期ね。うん。でね、今日6時間ほどかっこいいじゃないわ。あ、でも、あ風ーでもまあそこそこ取れたと思います。そしてはい。そうしてはい。今日のおかずははい。こちら、なんかわかる？ヤギが。これじゃわ、これ岩。じゃーん、アワビじゃが、それ。アワビ生涯3回目のゲットです。初めて見た。晩ご飯にしましょはい。やりました。う。こんな高級晩ご飯ある？ちょっとほんまだ。めったに食べれんよ。しかもでかいで、これうん。手のひらサイズよ。すごい。やったね。俺が起きた時にごちそうができてることを期待しております。はい。頑張ってください、お母さん。何がいい？刺身。考えてみる。刺身はちょっと普通すぎよ。まあ柔らかいけ美味しいんだけど、他の限り。うん。バタ焼き。バタ焼きも普通だけど、まあ、バタ焼きでも刺身でもいいよ。うん。どちらでも OK です。この皿を使って盛り付けてください。はい。この皿なんかその後飾れそうなのはちょっと西の、これ西の卵。へえ。卵だけ返しておきましょう。ちょっと。ふかしてちょうだい。では1行きましょう。やりました。あのアワビがこうなりましたーって何これ？ちょびっとなりましたが、まずお刺身とうん。バター焼きとはい。の肝焼き、肝焼きバター焼き。肝焼きなんてものがこの中にあるんですか？はい。知らんかった知らなかったです。貝の肝は苦手ですけど、なんかでもちょっと美味しそうに見えるな。わさび大好き、たっぷり派、パリ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 。静岡県産のわさびです。よいしょ。醤油はよりしましょうよ。これは今日は使っております。もちろんやっぱあれですね。はい。どれからですか？刺身でしょやっぱ。そうやな、やっぱり。はい。当然刺身はな、まずいきたはいと思います。いただきます。わさびの刺身、貝の刺身は正直あんまり好きではありませんが、でも食べてみます。うんうん、もう歯ごたえコリコリ。ゴリゴリ、甘い。少し甘みがあるな。やっぱ西とかに比べて味はないけど、西がやっぱり味が、肉食じゃけん味があるんかな。アワビは草食じゃけん。ゴリゴリして歯ごたえ抜群です。これこれ美味しい。でもやっぱ貝は火を通した方が味が出るかな。味があんまりなくない？刺身って。でも刺身が人気なんですよね、やっぱり。美味しい。ですよね。あ食べてみましょう。バター焼きはいいきましょう。はい。やっぱり美味しい、火通した方が柔らかい。柔らかあ、以前にアワビ食べたことあるんですけど、自分が取ったやつ、他の貝よりも柔らかい。つぶ貝とか冷た貝とか西貝よりも柔らかい。い。火を通したら柔らかいな。もうめちゃくちゃ柔らかい。もう西とかより全然柔らかいな。やっぱり火通して美味しいかな、貝は。もうあくまで個人的な好みなんですけど、自分はやっぱ貝は火を通した方がなぜか好きですね。美味しい。でもまあ生も美味しいけど。でもやっぱみんな刺身派が多いよな、より島でも。では肝焼きいってみます。はい。だから行ってみてください。これ肝たっぷりつけてやっぱりうまい。よそと違う。肝に匂いがとかあんまりない。美味しい。なんか濃厚さが出てて。濃厚。すごい濃厚なる。西の肝は苦手なんですけど、この肝は食べれる俺は。全然そんな臭みとかないもんな。美味しかった。結果はめちゃくちゃ美味しかったです。美味しかったです。さすがアワビ。ちなみに売ったらいくらぐらいになるんだろうこれ。末端価格いくらぐらいになるんでしょうねこれ。想像できませんけど。よかった。これは飾っておきます。貝は。これがもはや宝石。本当だ。めっちゃ綺麗。綺麗。キラキラ光る。